どうもコロッケくださいです。今回はこの素晴らしい世界に祝福を、から、アクアとメグミンのフィギュアを作ります。ついにこのスバ3期が始まりましたね。このスバのアニメは1期が2016年の1月から3月、2期が2017年の1月から3月ということで、2期から3期までが7年も空いていたという。7年、長かった。7年前というと、1作目のメグミンのフィギュアを作った頃なんですよね。それから7年、数々のこのスバのフィギュアを作りつつ、ずっと待ち続けた。そんな念願のこのスバ3期。めちゃくちゃ面白い。ああ、これだ。当時このスバを見ていた、あの時の気持ちを思い出しました。このスバにはまり、唐突にメグミンのフィギュアを自作し始めたあの頃。あのメグミンから全ては始まったんですよね。あの時は、7年も続く趣味になるとは、思いもしていませんでした。作り方も全然わからなかったので、とりあえず100均で粘土とヘラを買い、色塗りは学校の授業用に買った絵の具を使いました。ど素人だったので、もちろん全然ダメな出来でしたが、完成した時はめちゃくちゃ嬉しかったですね。その時に物を作る楽しさと完成させる嬉しさを知りました。それからはもう一気にフィギュア作りの道を突っ走りましたね。一作目では100均の石粉粘土を使いましたが、ネットで色々調べて造形用の粘土や模型用の塗料、スパチュラ、作り方の本などもろもろ一式すぐにポチりました。今考えてもこの時の判断は英断だったなと。そして道具が届き次第すぐ2作目のアクアを作り始めました。2作目から造形用のスカルピーという粘土を使っているのですが、これが初見だと扱いがなかなか難しい。当時の制作途中の写真を見ると、ちょっと恥ずかしくなるくらいの出来です。でもこれ、当時は全くおかしいって思わなくて、なんなら結構いいじゃん、くらいに思ってたんですよね。やっぱり、自分でここがおかしいって気づける目が大事だなぁと。ただそういう感覚は地道にやらないとなかなか身につかないことが多いですよね。このアクアなんてもう完全に邪神像なんですけど、当時は完成の達成感が強すぎてこんな邪神像でも可愛く見えていたので、この最初のメグミン、アクアから始まり、この2人のフィギュアは7年間でめちゃくちゃ作りました。まず、このアクアは思い出深いですね。前のアクアが邪神像すぎたので、そのリベンジに頑張って作ったやつです。他にも、ジャイアントトードに捕食されるアクアや、ブルータルアリゲーターに襲われるアクアはモンスターに襲われてる時が一番輝いてますよね。そしてメグミンは、かっこいいメグミン、手ぶらメグミン、おしっこ我慢メグミン。これまでアクアとメグミンを数多く作ってきましたが、今回は初めて2人セットで作ろうかと。個人的にセットのフィギュアって結構好きなんですよね。過去にもそういうのは何回か作っているのですが、アクアとメグミンのセットとなるといつもより気合が入ってしまいますね。今回イメージとしては2人が寄って胸を合わせているみたいな大変健全なフィギュアとなっております。この2人のことはもちろん大好きなんですが、アクアはダメ神だし、メグミンはロリッコだし、ちょっとそういう目では見れないので、今回は普通に無難な感じのシチュエーションで作っています。皆さんご存知の通り、と健全造形師なので、と言っている間に作業も中盤になっていますね。この帽子を作るのも6回目です。この帽子、結構複雑なので、毎回苦戦しています。
今回はシワの感じとか、前よりいい感じにしていきたい。三角の部分を一個一個彫るのはめんどくさいので、スタンプ作戦です。ボタンなど、帽子の装飾をつけていく。パーツが揃ったので組み立てます。めぐみんの原型完成です。続いて、アクアを作っていきます。今回、2人セットで作っているんですが、前の輪廻の時にもやったこだわりがありまして、2人セットの時は、表情をそれぞれ違う感じにする、というものです。輪廻の時と同じなんですが、片方はノリノリ、片方はイヤイヤ、みたいな表情にしています。そういうのめっちゃ好きなんですよね。アクア様の場合。でかい。これは間違いなく女神ですね。噂では、巨乳のふりをしたパッド入り女神がいるとかいないとか。やはりエリス教は邪教、アクシズ教に入信します。なんとアクシズ教に入信すると芸術の才を得ることができるらしい。しかも今なら石鹸と洗剤もついてくる。これはお得ですね。皆さん、アクシズ教に入信しましょう。一部では、アクア様は履いていないという話もありますが、今回は履いていただきました。履いていないバージョンは前に作ったので、腕を作っています。胸を持ち上げているようなポーズです。重そう。上にも着ていただきます。ノーブラバージョンは前に作ったので、ここのシワの造形をこだわります。もちろん純粋に芸術として、下着の紐をつけます。真鍮線でスカートの型を作ります。それを腰回りにつけ、スカートを作っていきます。アクア様のスカートは形が結構難しいんですよね。7年前には全く再現できなかったところです。続いて上着を着せていきます。ちなみに、この上着はキャストオフができるように作ってます。これから暑くなるし、アクア様もちょっと上着を脱ぎたくなるかもしれないので、服の最後を作り込んでいきます。最後に髪の毛を作ります。髪の毛は細い部分が多く破損しやすいので、高温でしっかりと焼いて強度を上げないと後で泣くことになります。前髪を固めたら後ろ髪を作っていきます。後頭部に真鍮線を刺し、長い髪の芯にします。芯材があると長い髪がぐっと作りやすくなります。髪の毛の細い部分は真鍮線、そのままでもそれっぽくなります。制作の参考にされてる方もいるみたいで嬉しいです。アクア様といえばこの輪っか。水分子っぽい装飾。パーツが揃ったので組み立てます。原型完成です。塗装していきます。全体に白サフを吹きます。まずは肌からです。影になる部分は少し
オレンジ色強めのイメージです。今回はキャストオフ仕様なので、いつもより肌色面積多めです。肌の色味は合わせたいので、二人とも同じ感じに塗ります。アクア様の太もも。入ってよかったアクシズ鏡。肌が濡れたらマスキングをして、衣服を塗っていきます。塗料が十分乾いたら、マスキングテープを剥がします。マントを塗ります。全体が濡れたらマスキングをし、黄色のラインを塗ります。帽子を塗ります。また地道にマスキング。細かい部分は筆塗りで、髪の毛は全体的に濃いめの茶髪で、部分的に紫っぽいハイライトを入れます。つまんそうな顔のめぐみん。色味を調整します。続いて、アクアの衣服を塗っていきます。しっかりと乾かしてから、マスキングテープを剥がします。上の下着も塗っていきます。やはりここも青色。スカートを青で塗った後、マスキングをし、黄色のラインを塗ります。髪の毛の塗装です。水の神様らしい、美しい水色の髪。これは間違いなく女神様ですね。アクア様のことをダメ神なんて呼ぶ愚か者が一部いるようで、全く嘆かわしい。色味を調整します。やっと完成です。いつでも最大